あなたのおばあ様、伝説のギルドキーパー、ゲルダさんですか。私も新人だった頃は、彼女によくお尻を叩かれたものです。勝ち気で強胆。一癖も二癖もあるマイスター相手に引けを取らない強いお方でした。どれだけ困難な壁に当たっても、どんな時もマイスターを信じ、彼らを支え導いた。ギルドキーパーの鏡だと、私も尊敬しています。私も覚えていますよ。名だたる方々が参列していましたね。エクセレント！目標は高ければ高いほど良いものです。あなたがあなたの夢を叶えられるよう、このランヌも微力ながら力添えします。私の方こそですよ。あなたのような部下に恵まれ、私は幸せ者です。時に、この後の予定は？あなたがあなたの夢を叶えられるよう、このランヌも微力ながら力添えします。あなたのその上司を立てたノリにも気配りを感じますよ。時に、この後の予定は？では、それが終わったら、私の執務室まで来ていただけますか？あなたに大事なお話があるのです。ええ、私とあなた、二人きりで。このタイミングでゲルダさんの話が出るとは、なんとも運命的なものを感じてしまいますね。静かにしてくれ。ああ。話しかけないで。気が散る。思うように掘れない。いや、どう掘っていいかわからない。やっぱり辞退すべきだ。僕に務まるわけが。おい、そこの彫刻師っぽい男。さては貴様、悩みを抱えるマイスターだな。哀愁が漂ってるぞ。何なんだ、君たちは。聞かれたからには答えねばな。
刮目し聞き遂げよ。我ら兄弟世界一の悪党になる男、闇夜の二人だ。闇夜の二人だ。大事なことだから2回言ったんだぞ。なんだ、芸人さんか。悪いけど今はそんな気分じゃないんだ。あっちに行けば人通りも多いから、見てもらいたいならそっちに。おっと、そうはいかないよ。今からここで行われる僕らのステージに。貴様には主役として立ってもらわねばならんのだからな。さあ、存分に暴れるがいい。黒妖精よ。マイスターどもの夢を黒く塗りつぶしてやるのだ。